どうも浜田美香里です。今日は私たちが今実際にやっているお金を使わずに日本旅をする方法という、トピックでちょっとお話ししていこうかなと思います。はい。で、今現状私たちがワークアウェイとウーフっていうサービスを使って日本旅をしてるんですけど、じゃあそれが何ぞやというところからお話しします。まずワークアウェイとはワークアウェイのサイトみたいのでもう言われてるのは、泊まるところを探している旅人と働いてくれる人を探しているホストをつなぐマッチングウェブサイト。なかなかお金がなくて日本旅してみたいけど踏み出せないなっていう人とか、ホストさん側からしたら、アルバイトを雇うまでもないけど働き手がちょっと欲しいなとか、そういうお互いのニーズに合ったすごくサイトかなって思っていて、私たち自身もすっごいね、お金がある状態で旅を始めたわけじゃないので、そういうサイトを、こちらのリュウジさんが見つけてくれて、今旅をしている状態です。で実際なんか、日本だけでも結構いろんなホストさんがいて、で仕事もいろいろ農業から DIY とか、あとはホテル、ゲストハウスを運営してるホストさんとかがいて、いろいろ本当にいろんな経験ができるなっていう印象ですね。だね。だからワークアウェイの私たちの実体験とかで言うと YouTube の、静岡とか森町の、ゲストハウスの動画とかもそこら辺を見てもらえたら雰囲気はなんとなく伝わると思うので、ぜひ見てください。はい。で次、ウーフ。ウーフも結局はワークアウェイと同じような感じなんだけど、決定的に違うところは、ウーフは農業、有機農業っていうのかな、をメインで、要はホストさんがもう農家をやってる人がほとんど、で、働き手っていうか僕らみたいなのをウーファーとか呼んだりするんですけど、そのウーファーも農業を学びたい人が結構多いっていう印象かな。もうね、そういうところに行って、ワークアウェイと同じ感覚で、旅人、私たちみたいに使う人もいるし、私自身も田舎暮らしとか農業にちょっと興味があって行って、実際にみかん農家さんとか、あと桃農家さんとかいろんなお手伝いをして、スキルだったりとかいろんなことを学びながら旅もできるよっていう感じです。で、そのワークアウェイはもう全世界で共通のサイトで、日本だけじゃなくてもう本当アメリカもそうだし、イギリスとか、ヨーロッパ、アジア、本当全世界でホストがいて、で登録費が確か年間で$49だったかな、だから8000円とか9000円、そうだね、払えば1年間はアカウント有効がなるんで、本当かかるお金はそれだけ、でアカウント登録してホスト見つけて、っていう感じ、でウーフは、国ごとにウーフはサイトがあって、そうなんだよね。で日本の場合はウーフジャパンとか、オーストラリアはウーフオーストラリアっていうのがあって、それぞれやっぱ年会費がかかってきちゃう。日本の場合は1年間で5000円ぐらい。5000円だったか。5000円ぐらいで、オーストラリア行きたい場合はまたそのウーフオーストラリアの登録費っていうのがかかってくるから、日本だけ旅したい人とかだったらいいかもしれない。そうだね。で全世界ウーフで旅したいとかだったら、結構お金がかかっちゃうかな。そこが違いではあるね。そうだね。もう一個の。そうだね。ワークアウェイとウーフ両方ともボランティアで働くっていう、働くというかボランティアをするっていうくくりはあるんですけど、なんかちゃんと6時間以内とか、その規定の労働時間みたいなのがあって、そう休憩時間もちゃんとあるし、あくまで労働として扱われるんじゃなくて、ボランティアとして扱われる範囲内のお仕事をやる形にはなるかなと思ってます。みんないろんなホストさんもなんか、仕事じゃないみたいな、仕事じゃないから、すごい緩くやってみたいな、言ってくれる人が多いね。そうだね。そうで、あとワークアウェイとウーフの違いがあって、もう一つあって、ワークアウェイは給料がもらえるホストさんがいる。そうだそうだ。ウーフはもう完全にお金のやり取りは一切ないっていう風なシステムなんですけど、ワークアウェイは一部その1時間いくらとか、多分最低時給とかだけどお金をもらえるホストがいるんで、稼げるっていうことができる。
それめっちゃいいよね。めっちゃいい。その土地土地でなんか自分で探さなくてもお金が入る仕組みがあるのが、旅人としてはありがたすぎます。そうね。僕らも4月から徳島で2週間ぐらいね、その給料もらえるところでワークアウェイするから、チャンネル登録してお待ちください。お願いします。実際に今僕たちが、主にウーフかな、そうだね、を使って旅をしてるんですけど、今現在は岡山県の紀の川市っていうところにいます。でそこは一応桃農家さん、でちょっと見えてるもんね、桃が。本当だ。そう、結構もうがっつり桃農家さんだね。そうだね。専業っていうのかな。専業農家さんで、で僕たちがやってる作業は初日に硫黄剤をまいたんだね、桃の木にね。そうだね、虫が寄らないようにするための桃の木にお薬をこう散布するみたいな仕事して、補助だね。そう補助、本当補助をして、であとは摘来作業って言って、説明が難しいね。要はいい桃を残すために事前にいらないこう花とかつぼみを取って、より良いものを残していくためのこう過程みたいな感じの仕事をした。つぼみを取る作業。そうだね。今現在してる。そうだね。で家は一応なんか別棟みたいな感じで、すごい快適に過ごさせてもらってます。こたつもあって最高です。じゃあ次、この旅の方法のメリット、デメリットというところを説明したいと思います。まずはメリットからいくと、地元の人との交流ができるっていうのは、これは一番でかいみたいな。結構大きいかもね。なんかやっぱりこう観光地とかじゃなくって、ちょっとディープなところに行ったりとか、また田舎町って言われるところに行ったりするので、やっぱり関係が濃い中に自分たちがこう入っていくってなると、やっぱその土地でしか出会えなかった人とか、もうその土地でできてる輪の中に入っていけるからこそ、なんかそこでしか知れなかった情報とか体験ができるっていうのはめっちゃ楽しいよね。めっちゃ楽しい。しかもこれが多分最大のメリットだと思う。そうだね。本当にさっきも言ってたけど、これをやんなきゃ出会わなかった人と出会えるって。そうだね。家族の一員になれるっていうのは、これでしかできないと思う。そうだね。本当に家族の一員になるところとかもあるもんね。ホストにもよるけど。そう。でも本当基本交流はできるから楽しいよね。楽しいね。なんか不思議な感覚だよね。でもね。まだね。確かに。まだ1ヶ月半ぐらいだけどね。いろんなとこ行ったんで、1ヶ月半くらいでもそう思います。あとは移動費だけでいろんなところに行けるっていうのもメリット。そうね。旅人からしたらありがたいんじゃないですかね。そうだね。基本的に食事と滞在費っていうのはかからない。宿泊費か。かからないから本当に移動費だけで旅ができるっていうのはすごいいいね。で僕らヒッチハイクとかもしてるんで、あんまりお金は使ってないね。そうだね。旅にかかると言われるものはかかってない。要はホテル代とかかかってないですね、ほぼ。ご飯とかもホストさんが作ってくれる家庭もあれば、一緒にスーパー行って1週間分とか2、3日分買って自炊してみたいなとこもあるんで、いろんな感じがあるかな。でもワークアウェイはね、実費で食事は出してみたいなところもあるっぽい。結構そこにどっかによるんだね。有給のとことかは結構多いかも。そっか。でちゃんとサイトを見ることが大事ですね。ワークアウェイはね、ウーフはもう基本食事は作ってくれる。作ってくれるというか出してくれる。です。はい。3つ目のメリット。農業や大工仕事の勉強ができる。これは1ヶ月半でも思いましたね。めっちゃいろんな仕事するよね。そうだね。だから本当旅人だけじゃなくて農業とか DIY とか勉強したい人にも本当おすすめだよね。そうだね。1個のところに長く行くとか。もうそういう人もいるもんね、結構。だからみかん畑をやりたい、みかん農家になりたいって人とかだったら、みかん農家のところに 2,3 ヶ月行くみたいなのもできるから、本当いろんな勉強ができるっていうのがメリット。そうだね。でもあるかな。普通だってそれこそワークショップとかさ、なんか勉強会みたいなのに行って通ってっていうのを泊まり込みで時間とかがねあればの話になっちゃうけど、できるのはめちゃくちゃいいよね。大工仕事もやりましたね。やったね。屋根の張り替えとかね。やった。
あと換気扇のボックス作り途中までで終わっちゃったけど、ああ、やったやったりとか、室外機だね。室外機か。室外機の箱作りか。そう、まあいろんなことを教えてもらいながら、いい経験になると思います。あとはメリットいっぱいあるな。うん。国際交流ができる。これはある。うん、これもあるね。要は他のウーファーがいた場合は、てかまあウーファーって本当外国人が多くて、まあ、日本人あんまいない。そうだね。少ない。で、他のウーファーとちょっと滞在先が被ったりしたら、仲良くなって、そう。交流できるよね。実際にありましたね。実際にあった、アリス。フランス人のことね。結構仲良くなって。会いたいです、また。そう、だから英語もね、結構喋れる。喋れるっていうか喋る機会が多いなっていうのはあるね。まあでも基本そのホストは、やっぱ一人とか二人しか受け入れられないっていうところも多いから、まあ、それも本当にプロフィールを見てっていう感じになるよね。そうだね。で次、長期でも短期でも滞在できる。これをさっきちょっと言ったね。そうね。だからまあ要はホストさんによって、まあ自分のこう滞在したい期間とかを連絡取っていろいろ話して、自分の旅のスケジュールに合わせていろいろできるよっていう可能性がある。次。人の役に立ちながら旅ができる。これは、このままもうそのまま、要はただ旅をするんじゃなくて、人の手伝いをしながら旅をするっていうのが特徴だから、人の役に立ちながら旅ができるっていうのは、メリットっていうか、いい気持ちになる。そうね。なんかただ滞在させてもらってるとかじゃないからこそ、仕事をなんか通してその人とも、ホストさんとも仲良くなりながら、ありがとうって言ってもらえるのはなんか嬉しいよね。嬉しい。ほんとちょっとしたことでもなんかやったらすごい感謝してくれるから、なんかすごいね、本当いい気持ちになる。そう、頑張ろうってなります。まあそんなとこかな、メリットは。そうね。次、デメリット。でも、まあ、実際そんなにないっていうのが結論ではあるんだけど、強いて言うならっていうところかな。まあ私的にはまあこれは大きかったかもしれないんですけど、自分のペースで生活がまあしにくいっていうのはあるかな。確かに。まあ語弊がないようにちゃんと伝えると、もちろん人のお家に滞在させてもらう側なので、自分のペースでこう行動しようとかは全くないんですけど、例えばじゃあお風呂の時間はここからここで入ろうとか、なんかご飯の時間はこことか、まあ、午前中仕事があるから朝ごはんは何時とか、まあ決められたこう時間の中で自分の生活を当てはめていくことになるから、今までの生活と結構こう大きく変わる、自分のルーティンをそのまま今のこう生活に当てはめることはできないかなっていう意味で、自分のペースで生活がしにくいっていう形になるかな。まあなんかいくらホストさんと接しやすいとはいえ、まあ要は他人だから、そうだね。少なからず気を使う。家族よりかはもちろん気を使うっていうところで、そうね。まあそれはみんなあると思います。でもまあたまになんか別当のところもあるし、こことかね。ここもそうだし、別当のとこはもう本当にね、同棲してるみたいな。まあそうね。近いよね。まあだから対策はできるっちゃできる。そうね。途中でホテルを挟んだり。そうまあだからそんなにね、あんまり気にしなくてもいいかもしれない。そうね。まあこれで病むとかっていうことは別にないので、大丈夫です。きっと大丈夫。すごい気を使うヒカリンがそういうの、そうもうだって最初の頃とか気使いすぎて、なんかこれやんなきゃとか、早く動かなきゃとかなってたんですけど、2軒目のホストさんとかにそれこそめっちゃ気使ってくれるよねみたいな話をしてもらって、なんか気を使うと相手にも気を使わせちゃうんだなっていうことをすごい学んだんですよ。そうだからある意味すごくラフな自分を見せることで自分も楽だし相手も楽になるっていうことを学びました。皆さんもぜひ実践してください。次。行くまでどんなところに泊まるか具体的にわからない。そうね。これも結構ホストによる。プロフィールが結構雑っていうかね。まあサイトの問題でもあると思うんですけど。サイトの問題でもあるけど、結構十分じゃないホストもいるし、更新してないホストとかも結構いるので、その自分が泊まる部屋とかが必ずしも分かるわけじゃない、っていうのが、まあ、デメリットかな。そうだね。大体書き方とかがなんか泊まるところみたいな、自分たちのウーファーとか、ワークアウェイやる人、旅人側の泊まるところ、別途
布団しようとか、うんうん、一人一部屋みたいな、うんうん、カップルで同じ部屋をしようとかだけ書いてやって、あとは写真を見て照合するみたいな感じになるから、だから女の子がもし行くとかだったら、例えば生理用品とか、男の人の一人のお家だったら生理用品どうしようかなとか、鏡あるかなとか、下着どこ干そうかなとか、結構いろんなことを考える場面ではあるかもしれない。それは女性目線とか、まあ女性男性関係ないんだけど、私的な目線は結構そこにあったかな。実際まあどんな人かどうかは分からないしね、合わないとね。そう。本当にそう。本当にそうです。それもあるね。まあでも基本、ホストさんも人を受け入れてる側だから、そうそう。普通にどこ行っても人を受け入れる準備はできてるというか、そうだね。いい部屋も使わせてもらえるし。そうだね。その辺もまあ不安にはなるけどね。大丈夫って大丈夫っていうか。そうそう。まあなんか、今までの旅人からのコメントとかもあったりするんですよ。このホストに泊まってどうだったかと。だからまあそれ見ればいいし。評価はね、あるからね。そう。まあ逆を言えば、ホストさんもどんな人が泊まりに来るかってあっちもわからないから、まあお互い様ってことです。確かに。デメリットの最後。スケジュールを立てづらい。ですね。まあこれは背景がちゃんとあるね。スケジュールを立てづらいっていうのは、ホストさんが結構返信が遅い時がある。まあサイト毎日そんなホストさんも暇じゃないと思うんで、見入れなかったりとか、海外の人から来て日本の人から来てって対応が遅れちゃうこともあるから、そうだね。いつからいつって例えば私たちだったのはさ、なんか3月1日から5日お願いしますって言って、ここがダメだったらもう一個のホストさんのとこ連絡したいんだけど、なかなか返信来ないみたいな。で、ちょっと返信来なかったからもう一個のとこ連絡しちゃおうと思ったら、その1件目のこう連絡ホストさんから連絡来た、ダブっちゃったとか、そういうのはあるから、結構こうスケジュール立てにくいっていうのはやってみて思ったデメリットだったかな。まあそうだ。だからそんなポンポンうまくいくもんじゃないし。そう一人止まるからね。そうだね。そのぐらいかな。そうだ。まあ早めに連絡するっていうのが大事。ほんと早めに連絡することだね。1ヶ月前じゃない？遅くともね。で、まあここまで説明してきて最後に言いたいのは、ワークアウェイもウーフも、ただ無料でその家に泊まらせてもらうっていう制度ではないっていうことを言いたくて、あくまでもウーフとかに関しては、その農業を学びたい人、学びたいっていうか田舎暮らしが好きだったり、その農業に興味があるとか、あとはまあ本当地元の田舎の人と交流したいとか、少なくともそういう人にホストさんも来てほしい。そうだねって思う。だから本当に誰でも受け入れてくれるわけじゃないっていうのもそうだし、ただなんか旅の途中でこの家があるからここに泊まりたいみたいな理由ではあんまりなんか向いてないよね、そういう人は。そうだね。まあ受け取る側の気持ちになったらどうかっていうそうだね感じだと思うんで、そこはまあ注意してほしい。注意して俺らがなんかこれ案件じゃないです。偉そうに言うことじゃないけどさ。ウーフとワーカーウェイの案件みたいになったけど。てかまあ俺らもそう思われてるかもしんないけどね。そう、でも動画見てる方とか確かにこうそう思われても仕方ないようなこう部分の切り取りとかにどうしてもなっちゃうからあれなんだけど、せめてものこうホストさんからしたら来てもらってよかったなって思ってもらえるような、まあ仕事の仕方とか、一つの関わり方は大事にしたら別にね、大丈夫かなって思ってます。田舎興味ある、農業興味あるとか、コミュニケーション取りたいとか、そうぐらいがあればね。そう、田舎暮らししたいとか、なんか都会から離れたいとか、全然いいと思います。でもね、これ本当になんかあんまりこう人にこれやれとか言いたくないけど、これはマジでやった方がいいと思う。ウーとかワークアウェイ、それは超おすすめだよ。おすすめだね、確かに。なんか私はこう興味なかったんですよ、別に。なんか最初の方こう、ウーフとかワークアウェイとかってそのワークエクスチェンジを使ってこう何かをするっていうことに興味がなかったんですけど、やっぱりこう農業とか例えば田舎暮らしとかにはそれこそ興味があったから、なんかやってみてこんなに短期間でいろんな人と関わり合いながら、そういうスキルも学べる制度はめっちゃいいし、なんか都会のわーってしてる生活からこっちに一気に変わったので、なんでそれが良かったかな結構。なんかあんだけなんか時間に追われて、なんかほんとせかせかしてなんかイライラしてとか、自分の時間欲しいとか思ってた生活からこれ、マジで変わるよね、人生観っていうか。
こうやって生きてる人がいるんだっていうそうそうそう、本当に見れるし生で、見れるし体験できるから、そうだね。本当に、まあ都会でなんか悩んでる人とかね、そうそうそう、会社辞めたいとか思ってた人は窮屈だなと思ってる人は、もう本当1週間とかもっと短くてもいい、週末ウーファーとかいるから、23日でもいいから、なんかどっか行きたいところ行ってみると、結構それだけでも楽しいっていうか、いろいろなんか変わってくると思う。趣味ウーフの人増えるかもしれない。これでね。いや本当にでもね、やらない理由がないっていう案件だよ。やった方がいいよ、本当。お金欲しい。これで。案件がいい。案件がいい。もはや。案件待ってます。ウーフの案件なんかないと思う。まあまあ本当おすすめっていうことだね。まあそうだね。楽しい。それに限ります。じゃあ、この後もね、ウーフとかワークアウェイの様子を載せるので、ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。